ーチャーとは、静岡大学で働く研究者の方にインタビューをお願いし、皆さんに静岡大学についてより深く知っていただくための企画です。今回は情報基盤センター所属長谷川准教授にお話を伺いました。静岡大学情報基盤センターの長谷川貴弘と申します。本日はクラウドコンピューティングとそのマネジメントシステムについてお話しさせていただきます。まずクラウドコンピューターというものの説明について、昔はですねコミュニティ、村とかですね町、そういう中に井戸や川があって、そこで生活をしていた。軒下には薪があってエネルギー源として火を焚いていた。そういうものが水道管のネットワークとなって蛇口になる。電線のネットワークとなって家庭内のスイッチに変わっていったと。コンピューターも同じように一昔前はですね、モニター、キーボード、マウス、それに本体があったわけですけども、これがインターネットというネットワークの中にコンピューターがですねこういうふうに投げ出されていって、サービスをもう資産を購入して運用するのではなくてですね、サービスそのものをユーザーが直接購入することができるようになったということです。でこれをですねより大規模に静岡大学ではやってまいりました。大学の情報基盤をクラウド化していったというのがこの図なんですけども、浜松キャンパスと静岡キャンパスのちょうど真ん中にですね焼津のデータセンターというものがございまして、ここにプライベートの CC というのはクラウドセンターを設置しまして、そこに本学の情報の基幹システムをすべて移設いたしました。またそれだけでは大学のサーバーネットワーク、その他研究教育に関わる各研究室にあるサーバーネットワークがございますので、そういうものの受け皿としてパブリック側のクラウドセンターというものを用意しまして、そこに約280台のクラウドサーバー群をすべて移設いたしました。パブリッククラウド側の台数の推移なんですけども、約2年間でですね140台から280台にまで推移しておりまして、その浸透がよく分かるようになっております。またプライベートクラウド側の経済効果なんですけども、縦軸は2009年10年に使っていましたセンターで使っていましたサーバー室の光熱費が2010年のクラウド化以降ですね激減しているのが分かるかと思います。両キャンパスの減少率としては 69%、 特にサーバー室があった浜松キャンパス側では 91% の光熱費の減が図られていることが分かります。またこのようなクラウドコンピューティングの情報基盤ですね、それをマネジメントするための情報マネジメントシステムというものを認証しております。情報基盤のですねマネジメントシステムについては ISMS、ITSMS、BCMS の3本がございます。これそれぞれの役割について、このような水の例えが分かりやすいと思いますけども、まず水が欲しいという時にはやっぱりまず安全な水を欲する。その安全な水が得られるようになったら今度は付加価値を求めておいしい水が飲みたい。でさらに安全でおいしい水が手に入ったらいつどんな災害があってもですねそういうものが確保できるような状態に対策を打っておくという流れになるかと思います。でこれを情報基盤に当てはめますと、いつどんな時も便利で安全な情報基盤を提供するということになります。で静岡大学の情報基盤センターでは2003年、もうこれから10年前になりますけども ISMS を認証取得し以後運用を続けてまいっております。2010年の10月、昨年 ITSMS を認証取得しまして、大学においてではですね初の統合認証システムを稼働させております。情報の観点でですね、情報マネジメントの観点でこの役割をもう一度整理しますと、 ISMS というのは情報の漏洩に対する機密性ですね、情報を漏らさない、そしてその情報が正しい完全性、その情報サービスを止めないという可用性の3本柱をバランスよくマネジメントしていくためのシステムでございます。
でこれに対して、ITSMS はユーザーへの利便性を高めるという意味で、ユーザーが使えるべきときにそのサービスを正しく使える状態にしておくということで、可用性が高いマネジメントシステムになります。その後、311以後にですね、よく言われるようになりました BCP のマネジメントシステムである BCMS ですけれども、これは完全に可用性に重きを置いたマネジメントシステムということになります。したがって、情報基盤のマネジメントシステムとしてはですね、方向性としては可用性にだんだん重きが置いていくような仕組みになっているということが分かります。で、静岡大学のクラウド情報基盤の統合マネジメントシステムとしてはですね、もう10年前に ISMS をまず構築、ずっと運用継続してきております。昨年 ITSMS でより利便性の高いIT サービスの提供に努めてまいっておりますけれども、これと同時にですね、クラウドセンターの BCP 対策にも、着手しておりまして、このような、複数の統合マネジメントでより上位のですね、国際規格の統合マネジメントを実現しながら、プライベートクラウドセンター、パブリッククラウドセンターの、安全な運行を、行っている毎日でございます。以上です。長谷川先生、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では自己紹介をお願いします。静岡大学情報基盤センターの長谷川貴弘と申します。よろしくお願いします。長谷川先生の研究内容についてお聞かせください。数値計算をですね、かなり長いことやっておりましたけども、情報基盤センターに着任した以降はですね、情報基盤の研究開発およびそれらをマネジメントする国際規格の運用との研究、並びにですね、ウェブ情報システム、ウェブデータベースを使った安否情報システムや節電のウェブシステムについて研究開発を行ってまいりました。長谷川先生、お忙しいと思いますが、休日はどのようにお過ごしですか？休日はですね、コンピューターによくかじりついてばっかりいますので、プラモデルとかですね、手を動かして、現物をなんか作るようなことに、趣味興じております。以上です。最後に学生さんへメッセージをお願いします。何かに熱中していただきたいなと思うのと、その時にですね、こんなことやって何になるのといろいろ価値観を考えずに集中できることがあったら、ぜひそこをもう邁進してほしいなと思います。必ず将来役に立つことになると思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。